ワインディングをかなり攻めてちょっと特訓してもらいましたね、相当いろんなことができるようになって、はい、ある意味あの辺が、普通に乗るのでは、あそこまでできればいいかなっていう感じなんですけれども、皆さんからのご希望もあるし、はい、もう一度、原点に戻ってですね、オートバイの最初の扱い方からもう一遍やろうかなということでございます。はい、ただね、これは今からやることは何もそのビギナーさん用というわけではないんですね。僕もそうなんですけど、毎日乗ってる人もいるでしょうけど、はい、そうは言っても1週間に一遍だったりとか、人によっては1月に一遍だったりとか、あとは寒い時期は乗らないで、何ヶ月ぶりに乗ったとか、もっと言っちゃうと昔乗ってたけど最近また乗り始めたとか結構ありますよ。やっぱり特にこのね冬の時期にちょっとお休みさせて、そうね、で春から乗り始めるっていう方もきっと多いじゃないですか。ね、実はですね、はい、オートバイ乗るというのは分かってるようで、はっと思う時に、あれどうしてたっけってあるよね。あります。かなりありますすごいかね。柳田さんも普段乗る時、はい、急には乗れないよね。そうですね。なんかやっぱり久しぶり感というか、最初はどうしてもすごい硬くなっちゃって、乗ってる最中にこんな感じだったなっていうのを、だんだんこう体が思い出すって感じです。はい、であるあるなんですけど、はい、実はね僕、今でもそうなんですけど、乗り始めの時に、ガレージから出てちょっと坂道なんですけど、はい、出てで最初に左ターンして、その後にすぐ右に曲がんなきゃいけないんですよ、はい、小回りで。でまたしばらくあるんですよ、はい、そういうので決めてるの。ここで何をするかっていう、そう、ここでぐらっと来ない、後々やりますけど、前輪がちゃんと、車体にうまくついてくる、それと自分のバイクのこの傾斜角、リーアングルと自分の体のバランスが合ってるかどうかっていうのは、実はちょっと乗ってないともう実は少しずれちゃってるのね。で体が覚えてるというけど、それをやってるうちに、皆さん大体そうでしょうけど、やってるうちに馴染んだってなって、なるよね。はい、そういうものだと思ってます。でもね、なんで僕がそんなことを最初からこんだけベテランなのにやるかっていうと、保険さんですらそういうのを毎回チェックしてる、実はこうちょっとね、曲がり変わった時にあれと思って一回やるじゃないですか。であれちょっと今フラッといったなっていうのは、僕らでもねその日はずっとどっかに警戒心が残っちゃう。じゃあ走ってる時にも少しちょっときっとどっかに残ってる。やっぱりね、楽しむために乗るわけじゃない、でそういう意味で言うと、最初からいろんなことをクリアちゃんとして、ね、例えば水泳する時は最初に準備運動するじゃないですか、じゃないけど、そういう体を最初からオートバイを操ることをちゃんと思い出しながら、ウォームアップしてから乗っていくっていうことはね、僕は絶対大事だと思うんですね。いや大事です。でもそのウォームアップが多分こう乗ってる間に馴染んでくるっていうのとすり替えちゃってる人も絶対多いですね。そうで分かりますけどね、分かりますけど、でも僕はそうやって最初にそういうことを一回繰り返すことによって、体がちゃんと大丈夫だっていうふうになるのがやっぱりもっと短くなる。そういう意味も含めて、オートバイの楽しみ方としてはね、皆さんもちょっとそういうことは考えてもらった方がいいかなという気はします。はい、で、これから本当に一からオートバイのまたがり方だったりとか、押し方だったりとか、あとライディングフォームだったりとか、いろいろやります。でそれも、確かに免許を取って乗り始める人というのは、ある意味もう教習所でやったことかもしれないけれども、道路出るとそう実はね、自分一人でってなると、私も結構それから立ちこけしちゃったりとか結構最初の頃あって、なんで結構皆さん悩んでたところじゃないかなと思います。なので、一つ一つを当たり前だけど、そうだったとか、そうなんだとか、いろいろ裏技もあるので含めて、ちょっとその辺をね、おさらいしようかなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ではですね、なんとオートバイのまたがり方、なんだそんなとこからって思うかもしれないけど、実は意外に皆さん、
引っかかってるね、スーパースポーツはもっとそうだけど、はい、こういうオートバイでも、ね、みんな後ろのシートが高くなってます、ね、そうするとそこに足がまたがる時に引っかかる、はい、あるあるです。そうあるあるで、それをみんな気にして、はい、やってみましょう、はい、ね、みんな気にして足の方を見ちゃう。でこうやるからやっぱり引っかかるんだよね。ここ絶対当たります、ね、当たる、でもこう見てる方が引っかからないんじゃないかっていう安心感があって、まあ確かに見ちゃうんですけど、はい、大体引っかかります、言っちゃなんだけど、ひなやまさんはあんよが長いので皆さんからするとすいませんまあまあまあなので、はい、ただどうやるかっていうと、僕らみたいなのもどうやってるかっていうと、頭をねここへ突っ込む、はい、もっと前、もっと前、そのぐらい、そういう風にすると自然と足が上がりますね。見ちゃったら絶対に角度がついちゃうから、はい、ここまでですか。相当体柔らかい人でもかなりきつい、可動域が狭い。なんでやるときに、はい、じゃあせーの、そうやってみよう、はいね、はい、で今そういう時ね、もっと勢いつけます、はい、はい、降りる時も前来る、で乗る時にこの状態で上半身がスーッと前に行く、その勢い使って乗っちゃう、また帰っちゃう、せーの、それ、で降りる時も前へ来て、もっと頭下げて大丈夫。もっと、ハンドル低いバイク乗ってる人いるじゃん、はい、あれだとこうなるとあんまり効果ないので、本当にこのカウリングのスクリーンに頭をぶつけるぐらい、とにかく頭を前の方に出す、はい、せーの、で降りる時もガウンと前に、そうやると、っていうか相当楽だよね。はい、勢いと、あともう自然に前に体がいくと自然と足が、はい、連動してスムーズですね。でね、見てる人はなんか大げさだなと思うかもしれないけど、やってると分かるんだけど、今の方が楽でしょ。楽です。結構ツーリングとか長くなって何回かこう休憩するじゃないですか。その結構いちいちちょっと疲れるっていうか、よいしょみたいな感じになります。いや本当だよ。はい。結構年取ってくると、もう降りるのが面倒くさいからいいよとか言って降りなかったりするから乗ってという人がいるぐらい意外に大変なんで、やっぱりそういう乗り降りから楽になりましょうっていうのはね、これぜひ大事ですね。ぜひ皆さんで真似をしていただきたいなと。このひと手間が大事です。はい、じゃあその次です。はい。ですね、今更、もう今更もんで言うと、っていうような今更なんだけど、でも結構最初に買った時とか怖いじゃないですか。教習所では楽にできるけど、自分のバイクになると。というのがあって、その押し引きのところで言うと、最初に押してって止めるというのが、例えばね、乗ってて止まるときに急にガツンとくるとやっぱり立ちこけとか危ないじゃない。でそういうことから言うと、普通にバイクを押して止めるときにカツンってならない、カツンってならない止め方をできないと、それは走っててもできるわけないんだよね。というのをおさらいでちょっともう一遍感覚的に、あ、そうだそうだっていうのをやってみましょうね。はい、お願いします。はい、押してください。はい、ストップ。ね、どうしてもこうなっちゃうよね。はい、カクッと。でもこれが結構普通な感じかと思ってたんですけど、そんなことはなく。まあこういうので立ちこけに結局なるような止まり方になっちゃうんで、まあガツンってならないように歩いてる速度でも練習できるんで、そこから始めてみましょうね。ね、やっぱり別に強く引いてないのに、強く握ってないのにガツンって止まっちゃう。そうなんですよ。なんか普通にちょっとこうやってるだけなんですけどね。まあ高性能なブレーキほどちょっと触っただけでバンと効いちゃう。でこれってもしかすると実際に走り出して止まる時なんかに立ちこけになったりとかする。よくあります。やっぱ急な時ってとにかくバッと引いちゃう。でそういう時にバランスもね、狂って足出すの遅れたりとかいろいろある。で
そういうことをしないために、スーッと止まるっていうのはね、ちょっとじゃあ話してください。はい、ブレーキってほんま遊びでしょ。はい、でこっから効きますよね。はい、こっから効きますよね。でこれをワンストロークでこうやるから、さっきのようにガクンと最初の衝撃が当たってしまう。でこれをここで引いといてこっからかける、引いといてこっからかける。少しの軽めのなんていうんですか、気持ちこう引いておいた方がいいってことですか。まあもしくはゆっくり引いといてこっからかける。はい、まあここは、まあ、スピードはどうでもいいんですけど、はい、まあ、その状況に応じてね。ただ、はい、やりましょう。どうしてもねワンストローク、はい、ワンストロークでやっちゃうんですよ。ワンストロークでやっちゃうと丁寧にやったつもりでも絶対にパチンとなるんですよ。はい、どんなに丁寧にやっても。なんである程度、はい、どこから効くかなっての分かった状態のそこから、というふうに止める。まあ、でもあらかじめこうやって少しかけてるっていうよりは、まあ、歩きながらとかの時ちょっと前にかけてるわけではなくて、このある程度引いといて、ここから引くぞっていうところを自分で押さえといて、そこから引くっていう、はい、このなんかワンポイントというか一段階が必要ってことですね。まあそこはスムーズにやるために別に1、2ではなくても、数でもいいんだけど、ただそのある程度ここのどこから効くかっていうのを自分のバイクだから想像もしてるし分かってるわけだから、こっからだよっていうところで止めるっていうふうにしないと。はい、わかりました。はい、押しとく。いきますね。はい、はい、止める。はい、じゃあまず、はい、そのバイクと自分のその立ち位置の関係でいうと、はい、まあどうしてもなんかこう動かそうとすると、はい、バイクと自分が離れがちだよね。はい、なんか私も結構、まあ、お恥ずかしながら、免許取ってすぐの頃立ちこけをして、その時ってこうバイクの重さを支えるというか自分で押すのに必死ですごいこうバイクとの空間を空けても前後させてたんですよ。そうするとやっぱりこう必ず右か左か不安定な方に行っちゃうので、スタンド出してるので左はなんとか大丈夫なんですけど、大体こう右に行った時にもう起こせないパターンと、ね、そうなんですよ。よくありました。一つ大事なのは、そうならないように、はい、オートバイが必ずあなたに少し寄りかかってるという状態で必ず腰で支えてることが大事。はい、これはね、前の方でも後ろの方でもどちらでもいいですよ。場合によってでいろんなところでもいいから、必ずオートバイが少し自分に寄っかかってる。あとバイクを起こす時も、その腰でちょっと起こす。はい、起こしてみよう。腰にそうですそうです。で状態が少しオートバイ今あなたに寄りかかってます。はい、今来てます。ここですね。でこの状態だと腕で押すの難しいよね。はい、一回ちょっとやってみます。こう行かなきゃいけないし、重いし、一瞬ここが開く感覚になります。またこのまま行こうとするとそうなる。というところで、とにかくまず腕で押さない。腕で押さないでどうするかっていうと、そのままちょっと腕は伸ばし気味。伸ばし気味で。伸ばし気味で起こしてる。伸ばし気味で、それに自分のここに自分の体重をそのまま乗っけていくんですよ。前に。そう。すごい。全然力入れてないんですけど、結構動き出す必ず動き出すんですよ。でこの動き出すのをちょっと待ってれば済む話なのに、みんな待たないから手でやっちゃうんです。そう、ちょっと気持ちワンテンポ遅い感じですね。そう遅れるけど、でも力がいらないからその方がいい。すごい楽です。腕でやるよりも全然。ね。コツは本当にそのままただずっとこう。体で。そうです。今腕全然力入ってないんですけど。なるほど。ね、まあ足はだんだん慣れてくるからついていけばいいんで、いやそれでいいと思います。じゃあ今度はバックをやってみましょう。バックをやるときは、まあ体をこっちに向けて、で左手でハンドルを持って、まず最初に先みたいに起こして、で体を
まず後ろにではここ、はい、でバイクちょっと離れた方がいいよ。はい、はい、で今バイクその状態で顔は向こうを向いて、はい、で右そう手に自分の体重を乗っけてくる、でその時に右足を次の足のようにこうやってこう向こうへ歩こうとする、はい、それで動き出す。あ、本当だ。片足を上げるとそう自然とそうです。はいね、動き始めの時に、はい、もう一遍前行きましょう。はい、もう一遍やるよ。はい、はい、こっちを向きます。バイクを起こしました。手を置きます。バイクを起こしました。でこうですね。でまっすぐなの確認して、で足を上げる。よいしょ。はい、よいしょ。はい、もう動き出したら歩いてくれるんで。はい、オッケーオッケー。じゃあですね、今度はまたがったまんま、ちょっとだけ動かしたいっていう時にどうするかっていうのをやりますね。はい、じゃあまたがってください。でよくありがちなのがね、そうやって両足をついたまんま、はい、ちょっと前に移動しましょう。ね、でそのまま、はい、ちょっと後ろっていうのも引っ張りながら、こうね、ハンドルで引っ張るよね、どうしてもね。というふうにやろうとするけどなかなか動かない。当たり前で、自分がシートから体重抜けてるんで、バイクをどこで押してるかがだからみんなハンドルだけになっちゃう。そうでも全然動かないです。で、この場合はですね、あなたの場合だともしかしたら、はい、じゃあ右足を乗っけてみて、でそれでこっちへ蹴れますか。ちょっと難しいね。じゃあ逆、あなたの場合はこれで左足乗っけて、はい、これでやってみよう。出るね。はいはい、せーの。全然出るね。今全然手に力入ってないんですけど、片足だけで全然ちょっとした距離とかいけますね。もしかして初めてです。そうなんですよ。なんかいつもなんていうんですか、よく駐車場とか切符入れてこう開くとこあるじゃないですか。ああいう時とかいつも焦っちゃって、後ろにも車がいるしっていう時とか、動かすのどうしようみたいな。そうなんですよ。でちょっとバックさせてくださいって反応とかしない時に言われた時、すっごいどうしようって言って一生懸命手で引っ張ってました。はい、じゃあ同じことで、バックできますか。このままの状態でください。ほらできるよね。はい、すごいスムーズでね。はい、もっとバックして。ほら全然バックできる。はい、軽いです。じゃあまた前。そう、はい、体重の半分体重の全然抜けてないですけどね。ということができるんですね。どうしても皆さん両足ついたままやろうとするんで、片足だと実は動く。なんか結構こう両足の方が倒れた時にどっちにでもみたいな、それは分かります。なんとなく安心感っていうのはそのがあるんだけど、でもそれだと動かない。逆に分散しちゃう方が不安定になるんですね。ね、いろいろ基本的なこと、押し引きだったりとか、またがり方だったりとか、でも結構目から鱗でした。ね、意外にやっぱりああいうふうにするとみたいなことがたくさんあって、あとはね、意外に押し引きが実は軽くできるっていう、これでもうちょっとテンパる必要はないなって。いや本当駐車の時とか分かる方いると思うんですけど、結構後ろ向いて急いでる時とかでちょっと前出過ぎちゃった、ちょっと戻んなきゃっていう時結構焦っちゃって、すごい一生懸命やるんですけど、手とか、両足とかで、全然戻れないんですよね。あるあるですよね。そう、あるあるです結構。そういうわけで、基本的なことやっぱりおさらいをしながら、ぜひ試していただければなと思います。はい。